こんにちは、月島です。前回の動画でも触れていたナレーション録音でのノイズ除去とイコライザー、コンプレッサー処理について DAW で私が行っている操作について動画にしてみました。音の処理の仕方は人によって様々な方法があると思いますので、今回私が行っている方法も一つの参考程度として見ていただければと思います。今回の動画では5つの項目でお話ししていきます。まずは録音したままの状態だとどんな音になっているのかを確認します。はい、録音してそのままの状態のナレーションです。SM5% で録音したナレーションの音。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は手話 SM5% で録音しています。比較でアーカーゲー C214 で録音した音も聞いてみてください。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声はアーカーゲー C214 で録音しています。ホワイトノイズの量が違います。声の後ろでサーと鳴っている音です。もちろん同じ日に同じオーディオインターフェイス、同じケーブルを使用した音源です。次は Zoom H1N で録音した音です。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は Zoom H1N で録音しています。次はカメラ α6600 の内蔵マイクで録音した音です。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は α6600 の内蔵マイクで録音しています。H1N よりさらに激しくホワイトノイズが入っています。5% はダイナミックマイクで C214 はコンデンサーマイクです。根本的に違うシステムのマイクですので、録音結果が違ってくるのは当然ですが、コンデンサーマイクで録音した場合のホワイトノイズは許容範囲だと思いますので、特にノイズ処理はしないですが、5% で録音した音はノイズ処理をしたくなります。また、カメラで録音した音声はかなりの量のホワイトノイズがあります。どこまで消せるか挑戦してみたいと思います。次は私がノイズ処理に使用するプラグインを見ていきたいと思います。はい。私がノイズ処理に使用しているプラグインは Waves 社の X ノイズを使用することが多いです。他にZ ノイズという上位版のプラグインも持っていますが、設定するパラメーターが多くなって複雑になりますので、X ノイズをよく使用しています。ちなみに RX7 の中のスペクトラルでノイズというプラグインでも同じことができます。操作するパラメーターはどちらもほぼ同じです。それでは実際に処理をしてみたいと思います。はい、X ノイズの画面です。まず Learn ボタン。このボタンを使ってプラグインに消したいノイズを覚えさせます。DAW の音声クリップでセリフがなくてノイズだけの部分を指定し、Learn をオンにした状態で再生します。するとノイズの周波数をプラグインが覚えます。SM5% の音源を使ってやってみたいと思います。無音でノイズだけの部分はこの辺です。ここでプラグインの電源を入れて Learn ボタンを押します。再生します。これでホワイトノイズの周波数をこのプラグインが覚えました。次にリダクションです。どのくらいの強さでノイズを除去するのか設定します。この数値を大きくするとノイズを消す力が強くなりますが、その代わりにナレーションの声も変化してきます。
私はほとんどの場合、真ん中の50に設定し、場合によって微調整しています。次にスレッショルドです。ノイズ除去が作動する音量レベルを設定します。これも強く設定するとたくさんノイズ除去をしてくれますが、声も変化していきます。ですので、声が変化し始めるところとノイズが消えてくれるちょうどいい場所をスライダーを動かしながら探っていきます。ちなみにリダクションの数値を先に決めてしまった方がスレッショルドの数値も決めやすいと思います。この3つの操作でノイズをある程度消しきれない場合はダイナミクスも多少いじったりはしますが、私はもうこれ以上ノイズは消せないと思って諦めます。それでは実際に音を流しながら操作をしてみます。はい、SM5% で録音した音源を使ってノイズ除去の操作をしてみたいと思います。まず素の状態の音を流してみます。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は手話 SM5% で録音しています。はい。ホワイトノイズが結構入っています。これを X ノイズを使って除去していきます。プラグインの電源を入れます。ノイズの欄は先ほどしたので、ホワイトノイズのグラフが出ていますので、あとはリダクションを50に設定した後、スレッショルドを動かしていきます。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は手話 SM5% で録音しています。この状態だとホワイトノイズはまだ残っています。こんにちは、月島です。スレッショルドを上げていきます。マイクのテスト中です。この声は手話 SM5% で録音しています。だいぶホワイトノイズが消えてきました。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は手話 SM5% で録音しています。もう少しスレッショルドを上げてみます。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は手話 SM5% で録音しています。はい、今スレッショルドの値を18にしました。だいたいこれで綺麗に消えていますし、声もそんなに変化がない状態だと思いますので、このぐらいでちょうどいいかと思います。もう一回 X ノイズが入った状態で再生してみます。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は手話 SM5% で録音しています。はい。だいたいこんな感じでいいのではないかと思います。次に α6600 の内蔵マイクで録音した音を確認してみたいと思います。それでは素の音を流してみます。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は α6600 の内蔵マイクで録音しています。はい。5% に比べてかなり大きなホワイトノイズが入っています。これを除去していきたいと思います。X ノイズを開きました。まずランボタンを押して α6600 のホワイトノイズを覚えさせます。再生します。はい。プラグインがホワイトノイズを覚えました。ではリダクションの値を50にします。次にスレッショルドを操作しながらホワイトノイズを消していきます。今値を20にしましたが、だいぶこれでノイズは消えています。それではセリフがある部分も再生してみます。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は α6600 の内蔵マイクで録音しています。
だいぶいい感じだと思います。X ノイズを切った状態で再生してみます。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は α6600 の内蔵マイクで録音しています。X ノイズをオンで再生します。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は α6600 の内蔵マイクで録音しています。はい、こんな感じでいいのではないかと思います。それでは各マイク SM5%、Zoom H1N、α6600 それぞれの音の素の状態と作業後の音を比べてみてください。声のない無音部分にも注目していただくとホワイトノイズの違いがわかると思います。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は手話 SM5% で録音しています。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は手話 SM5% で録音しています。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は Zoom H1N で録音しています。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は Zoom H1N で録音しています。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は α6600 の内蔵マイクで録音しています。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は α6600 の内蔵マイクで録音しています。次はコンプレッサーとイコライザーを使ってノイズ除去した後の音質を整えていきます。X ノイズを使用してできる限りノイズを除去した後、イコライザーとコンプレッサーをかけます。ここではスタジオ1という DAW に付属するイコライザーとコンプレッサーを使用しています。まずイコライザーについてですが、不要な低域成分をカットするローカットとノイズ除去によって失われた高域成分を少しだけ持ち上げる処理をしています。1kHz より上を 2dB ブーストしています。次にコンプレッサーをかけます。これは音量のばらつきを抑えて聞きやすくするために行います。ナレーションの場合、そんなに音の強弱はありませんので軽めにかけています。だいたい 4dB ぐらいを中心に最大で 6dB くらいリダクションする感じにしています。初心者の方向けのコンプレッサーの使い方動画は今後また用意する予定です。普段はこの後 FX バスを作り、リバーブ、残響系プラグインを少しだけかけてマスタートラックでコンプレッサーをすごく薄くかけ、リミッターで最終的に決めている音量に調整して書き出します。私の場合は動画編集時の音量のヘッドルームをマイナス 12dB に決めていますので、そこに合わせます。H1N と α6600 の内蔵マイクはステレオで録音されます。特に今回の録音結果では α6600 の内蔵マイクで録音した音は口とカメラの位置関係で少し真ん中よりずれた感じで録音されています。それを解消するためにデュアルパンというプラグインを使いモノラルになる処理をしています。それでは処理前の音と処理後の音を聞いてみてください。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は手話 SM5% で録音しています。
こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は手話 SM5% で録音しています。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声はアーカーゲー C214 で録音しています。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声はアーカーゲー C214 で録音しています。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は Zoom H1N で録音しています。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は Zoom H1N で録音しています。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は α6600 の内蔵マイクで録音しています。こんにちは、月島です。マイクのテスト中です。この声は α6600 の内蔵マイクで録音しています。いかがでしょうか？音量や音質のバランスが良くなって聞き取りやすくなっていると思います。また、必要のないブレスやくちゃくちゃした唾の音は私の場合は動画編集中にカットしています。録音した音声にノイズが混じっている場合、私はこんな感じで処理をしています。X ノイズでノイズ除去の後、イコライザー、コンプレッサーとかけていき、音質と音量の調節をします。動画で流すナレーションの場合は、画像や BGM も加わりますので、あまりシビアに追い込む必要はないのかなと私は思っています。ノイズ除去は、どんなソフトを使用しても、ノイズだけ 100% 取り除くことは不可能です。やりすぎると肝心なナレーション自体が聞きづらくなりますので、そこは理解しつつ作業する必要があります。次回は DTM 初心者の方向けにコンプレッサーについての動画を作ってみたいと思っています。また動画を見に来ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。